本日は愛媛県由良半島の由良山経由で旧海軍が建設した由良の花栄所跡を目指します。地図をご覧になればわかる通り、この由良岬と書いて由良の花と読む場所は愛媛県南部にある由良半島の先端にあります。由良山登山口は車道の終点である網代集落の手前の防災倉庫の真向かいにあります。この野地菊は初冬の今が花の盛り、眼下に一望できる網代集落を見下ろしてみましょう。ここからだと小さくしか見えませんが、印のところに大きな横長の建物がかろうじて見えるかと思います。こちらは漁業製造家屋といって、明治時代に地元名士で事業の才覚のあった浦和清三郎が建てた水産加工場です。当時としては斬新な施設だったそうです。これはネズミ餅の実ですね。食べられますが、これをうまいと思う人は稀かと。草ぼうぼうの道も樹林帯に入った途端に道型がはっきりして歩きやすくなります。登山あるあるですよね。元車道らしき広い道から登山道に入ると狭い急坂になりますが、ほどなく尾根にポンと出ます。このビニールテープぐるぐる巻きの木の場所をよく覚えておいてくださいね。帰りに困りますよ。大正時代には半島の北側にも勝網代という名の集落があったようですね。この暗部を往来していたのでしょうね。これは日清戦争と日中戦争で殉国された兵士の慰霊碑のようです。それぞれ明治30年と昭和15年に建てられています。時期的に見てこれから向かう栄所跡とは関係はないようですね。この日は風雨が強い悪天候でしたが、登山を決行しました。しかし登山道はウバメガシなどの樹林で守られ、風雨はほとんど苦に感じずに済みました。この日は動物に全く出会いませんでしたが、イノシシの密度が濃いようなので、見かけたら距離を取るようにしましょう。あと猿もいるそうです。人工の石垣と井戸のような構造物に遭遇しました。砲台跡でしょうか。大きさはこんな感じ。ちょっと小さすぎるかもしれません。最高峰の由良山はまだまだ先。偽ピークが多いんですよね。このような道が延々と続きます。今日の目的地栄所跡の正式名称は海軍佐伯防備隊由良の花防備栄所跡となります。防備栄所とは旧海軍の潜水艦探知施設のこと。できたのは1940年頃です。佐伯は豊後水道を挟んだ九州大分県側ですよね。この豊後水道を挟み込むように数多くの防備栄所が作られ、潜水艦の監視に当たったようです。その本部が佐伯にあったそうです。これから訪れる由良の花栄所跡ですが、
現在も潜水艦探知機が置かれていた超音室跡や見張り所跡など数多くの遺構が大規模に残っています。日本全国の旧軍事施設の保存状態としてはかなりレベルが高いようです。車道が通じておらず、山中を片道2時間かけて歩くかチャーター船でしかたどり着けないことで守られていたんですよね。このような岩稜帯もところどころに現れてきます。この由良半島ですが、冒頭の地図で見たようにまるで昆布のようにゆらゆらと細長く西側に突き出ています。その距離 13km。 面白いことにこの細い半島の根元から先端まで中央の尾根が行政上の境界線となっているんですね。今歩いている右側は宇和島市、左側は愛南町です。ここで分岐点に到着しました。どちらを通っても岬の先端には行きつけるようです。左側に下り気味に続く道がおそらくかつて軍の物資輸送などに使われていた生活道だと思われます。比較的水平に近い形で道がつけられ、途中神社もあるようです。尾根状に続く道は由良半島最高峰の由良山経由の道です。水平道はなんとなくあまり踏まれておらず荒れている予感がしたので、今日は往復とも尾根道を通りました。この由良山手前の暗部だけ南北を吹き抜ける風の通り道になっているのか、樹林が途切れて南側の小猿島や高曇りの豊後水道が見渡せました。典型的なリアス式海岸が続いており、砂岩、結岩が波で削られた数多くの大規模な崖や洞穴ができています。これらが複雑な景観を構成していることから、足摺宇和海国立公園の一部となっています。穏やかな内海を利用した真珠貝の養殖も盛んです。この半島を船で海側から眺めるのもかなりの感動が得られると思います。偽ピークに何度も騙されつつ、ようやく由良山山頂に到着しました。由良半島最高峰ですが、残念ながら展望はありません。ここから一気に標高を下げます。ロープが次々と現れます。ルートファインディングが少々必要となりますが、トラロープを探しながら下りましょう。できれば GPS で誘導してくれる山岳アプリであらかじめ地図をダウンロードしておくことをお勧めします。由良の花灯台が近づいてきました。この灯台、立地の関係から全貌を捉えるのがちょっと難しい灯台です。できたのが昭和25年ですから、終戦からそんなに経ってなかったんですね。早速石垣が出てきました。内側を見てみましょう。なんとコンクリートの壁です。
表側の石はコンクリートの壁に石を貼り付けてカモフラージュにしていたんでしょうね。こちらは第一住宅跡と呼ばれている場所です。住宅の建物自体はすべて取り壊されており、基礎だけが残っています。こちらは食料を蓄えていた倉庫跡でしょうか。排水溝の跡もありますね。こちらは防空壕と思われる素掘りの穴です。こちらは第一住宅跡と道を隔てた海側の崖下にある第二住宅跡。こちらは壁が残ってますね。壁が迷彩色に塗られていますが、色落ちしてモダンアートのようになっていました。最終的には300人の兵士が暮らしていたそうです。最終目的地超音所に到着しました。まずは土が盛られてカモフラージュされた屋根の上に登ってみます。海に張り出した半スケルトン状の梁、おそらくこの下の部屋から豊後水道を監視していたのでしょうね。こちらは排気口ですね。ここにもカモフラージュのために貼り付けられた石が見えますね。先ほど歩いてきた灯台も小さく見えます。この施設周辺には戦争末期に砲台が追加で建設され、廃線化した戦艦の高射砲を転用して設置されていたとか。その頃には米軍戦闘機が上空をビュンビュン飛んでいたらしいですけれども、一度も攻撃されることはなく、それら砲台から射撃が行われることもなかったそうです。地下に入ってきました。この部屋に実際に超音機が置かれていたようです。このユダの花栄所跡、困難な道のりを越えてきた達成感と歴史の重みを感じることができる場所でした。